あなたは17年もの間誰かを探し続けたことがありますか？中国雲南省、ここでご近所トラブルがエスカレートし、シャン・ウェンシさんという男性が殺害されてしまう事件が発生します。大黒柱を失った一家はこの日を境に経済的に苦しい状況に。その状況を理解し、なんと小児で学校を中退し、路上で麺を売る日々を送り始めたのがウェンシさんの息子で当時9歳だったシャン・ミンチェンです。ミンチェンは突如訪れた理不尽な人生に耐えながらも、ある目標を胸に強く抱いていたんです。ミンチェンが抱いていた思い、それはいつか絶対に犯人を捕まえてやる。自分の人生をかけて復讐に燃えるミンチェンはこの17年後、ついに犯人と対峙するんです。9歳にして父親を失ってしまったシャン・ミンチェン。彼は17年後、どのようにして犯人を見つけ出したのか。人生の全てを犯人探しに捧げた少年の執念とは。おさす、早寝早起きストレッチめっちゃ健康になるね、ケンちゃんです。早寝早起き美顔マッサージやみやみこです。まさかな。本日ご紹介するのは父親をね、殺した男をね17年もの間追い続けた中国のシャン・ミンチェンというね男性についてなんですよ。17年って本当もう映画みたいなストーリーじゃないのよ。本当に想像つかん。相当な執念よ。14億人ぐらいでしょ、そっから1人見つけるわけでしょ。相当よ。僕はね、人間の執念ってねすごいなって思いましたよ。いやすごいよ本当に。ここまでやれるもんなんだ。なぜ17年もの間犯人を追いかけることができたのか。やっぱりそこにはね、そんな執念に至るまでの過程があったんです。というわけで早速彼の人生について見ていきたいと思います。子供喧嘩。遡ること21年前の2000年8月9日、中国雲南省が今回の舞台。この地にシャン・ミンチェンというごくごく普通の小学生が両親、兄、姉と共に5人で平凡ながらも幸せな生活を送っていたんです。ミンチェンは当時9歳。彼にはチャンジュンという同世代の友達がいました。家が近くご近所さんの関係でもあった2人はこの日も仲良く道端で外遊びをしていたんです。そんな彼らの目に留まったのは自宅近くの道の中にできていた水たまり。ジュンが石を持ち上げて水たまりに投げるとその水しぶきがミンチェンにかかりました。ミンチェンはジュンにそのお返しをしようとさらに大きな石を水たまりに投げてジュンに大きな水しぶきを浴びせました。ありふれた子供の遊びのように思えたんですが、ミンチェンとジュンの2人はお互いに水をかけ合ったことがきっかけで次第に口喧嘩に発展。ミンチェンへの怒りが収まらないジュンは自分の祖母や叔母を現場に呼び事情を説明しました。するとジュンの祖母がミンチェンを何度も突き飛ばし始めたんです。なんで？さらには騒ぎを聞きつけて自宅から駆けつけたミンチェンの姉もジュンの叔母にボコボコに殴られてしまいました。子供2人では大人に勝てるわけもなく、ミンチェンと姉は一方的に攻撃されて終わってしまったんです。ねえ、こんなさ他人から自分の子供暴力振るわれてんのに親何してんの。実はですね、ミンチェンのね、両親とお兄ちゃんは新しいテレビをね買いに出かけてたんですよ。ミンチェンと姉がチャン家にボコボコにされた日の夜、何も知らない両親はいつも通り晩ご飯の食卓を囲んでいました。ミンチェンは今日起こったことを話そうとはしなかったんですが、姉の方が耐えきれずにチャン家に暴力を振るわれたことを暴露。自分の子供がそんなひどいことをされたとしてはさすがに両親も黙ってはいられません。ミンチェンの父親であるウェン氏はチャン家に一言物申してやろうとミンチェンと母を連れて3人でチャン家に向かいました。20時頃ウェン氏がチャン家の玄関ドアを叩くとドアが開き、ウェン氏だけが中に入るように言われました。ウェン氏は2人を残し1人でチャン家に入っていきます。お父さんならうまく解決してくれるだろう。ミンチェンと母の2人はそう思いウェン氏を見送ったんですが、それが間違いだったと分かるのはすぐでした。ウェン氏が中に入って2分後、チャン家の部屋の明かりが消え、ウェン氏の叫び声が響き渡ったんです。ウェン氏の叫びを聞いたミンチェンが慌てて中に入ると、そこにはナイフで刺されて倒れる父ウェン氏の姿が。ミンチェンと母は急いでウェン氏を病院へ連れて行くんですが、ウェン氏は寒い、腹が減ったと言い残したままこの世を去ってしまいました。翌日ウェン氏を殺害したとしてチャン・ジュンの父親であるチャン・ムーキが容疑者として警察に連行されるんですが、警察の隙を狙い街の外へ逃亡。それだけではなくムーキの居場所がつかめなくなったことで警察はそのまま捜査を打ち切ってしまったんです。警察何やってんねんほんと。もう逃亡をね、許した上にもう捜査打ち切り、もうクソみたいな警察ですよ。残されたミンチェンはどうすんのよこれ。一家の大黒柱を失ったねこのミンチェン一家はですね、その日を境に生活が一変していくんです。小学校中退の決意。
亡くなったシャン・ウェン氏は生前は穀物を管理する会社で働いていて比較的安定した収入を得ていました。ですがこの事件で大黒柱のウェン氏を失ったことで残された母、兄、姉、そしてミンチェンの経済状況は急転落。貧乏生活に突入しウェン氏の墓を建てることもできなかったそうなんです。少しでも家計を支えるため9歳のミンチェンも路上で麺を売ったり兄が働きに出たりと家族で協力してギリギリの日々を過ごしていました。ですがついにミンチェンの学費すらも払えない状況に陥ってしまうんです。後に海外メディアが行ったインタビューで当時を振り返ったミンチェンはこう語っています。近所の人々が僕ら家族を見下していた。実際に服や食べ物も足りなくなってきていた。だから僕は学校がある日は裏山に行ってわざと授業に出ないようにしていたんだ。学校側はミンチェンが通い続けられるように協力的だったんですが、ミンチェンは成績優秀だったにもかかわらず中国の学年でいう小学2年にして中退を決意するんです。なぜならミンチェンには学業よりも優先したいことがありました。その優先したいこととは、そう警察の代わりにムーキの居場所を突き止めて通報すること。ミンチェンはわずか9歳にしてムーキへの復讐に人生を捧げたんです。気持ちは分からんでもないけどダメよ。もうそんな復讐に人生捧げたら悲しいわよ本当に。なんかね、漫画でもあるじゃないですか。ナルトで言うとね、サスケとか、あとキングダムの教会とかね。でもやっぱ復讐にね、人生を捧げる、価値観は人それぞれなんですけれど、分からんでもない。確かに親がお父さん殺されたらね、そんな思いはね、ありますよね。復讐ってことはさ、もうミンチェンもムーキを殺すつもりなんでしょ？実はこの復讐っていうのはただやり返すだけではないんです。というわけで本日のメトラキーワード、復讐について。やり返さない。復讐とは不当なひどい仕打ちを受けた者が相手に対してやり返す攻撃行動の総称を指すんです。一説によれば復讐の攻撃は大きく分けて4つに分類することができます。正当防衛など自分の身を守るための防衛、自分が受けた分の仕打ちを相手にやり返す報復、弁護士の弁論など他者を守るための擁護、第三者によって罰を与える制裁。ミンチェンが行おうとしている復讐は警察に逮捕させることなので、この分類では制裁に当たるんです。復讐って言われるとなんかもう報復っていうところイメージが強いけど、それ以外はなんか悪いわけっていう感じじゃないのね。そうなんですよ。復讐もね、その攻撃方法と、そのね、裏にある文脈によっては正当な方法でその復讐を達成することもできるということなんです。復讐に燃える貧乏生活の中でミンチェンはあるものに出会いました。それは兄と共に寝泊まりで使ったインターネットカフェ。ミンチェンはもともと勉強はできた方だったので、後のインタビューでインターネットを駆使してあらゆることを勉強したと語っています。ミンチェンの家族はそれぞれ自分たちの生活に精一杯だったため、ムーキの居場所探しはミンチェンがほとんど一人で行っていたんです。ミンチェンの決意に賛同した家族はより効率よくムーキの情報を集められるように地元の持ち家を離れ都心部へと引っ越しました。この時ミンチェンはまだ10歳。10歳ってすごいっすよ。僕鼻水垂らしてサッカーしてましたわ。ここから彼の復讐は本格的に始動していくんです。ミンチェンは警察署に行って協力をお願いしつつ、住民へ根気強く情報提供を求め続けました。提供してくれた人への報酬や自分の交通費も自力でバイトで稼いで払っていたそうなんです。エレーナ。ミンチェンがけなげすぎて本当に。いや、すごい切ないわよ本当に。ミンチェンはね、ムーキの情報がね、ちょっとでもこう自分の元に来ると、飛行機とかバスを乗り継いで、もう現地までね、頑張って行ってたんですよ。もう今ならね、ネットでより簡単なのかもしれないけど、当時はそうもいかなかったわよね。いや、そうですよね。なんかね、ツイッターとかでも、この人探してますみたいなね、リツイートね、されてるやつがあったりとかね。ワンちゃんとかいるわよね。ネットもね、利用時間が限られてることもあったでしょうね。当時はね。しかもね、今みたいにスマホで24時間ね、個人がこうネットにつながるみたいな時代でもなかったはずなんですよ。空白の7年。父を殺した犯人であるムーキの手がかりがつかめないまま事件から7年が経った2007年、ミンチェンが17歳の時に雲南省昆明駅でムーキに似た人物がいたという目撃情報が寄せられました。情報があった昆明駅とミンチェンが住んでいた家との距離は約 600km、 かなり遠いのですが、ミンチェンは少しでも解決につながるならと一人で車を走らせムーキを探しました。しかしここではムーキを見つけることができませんでした。その後有力な目撃情報は途絶えてしまい6年が経過。2013年、ミンチェンが23歳の時に今度は福建省新興市の工業団地にムーキが住んでいるという情報が関係筋から入りました。関係筋ってどこ？誰？6年ぶりの進展にミンチェンは喜ぶんですが、ここで新たな問題が浮上してしまいます。ミンチェンは今回の情報提供者にムーキの住所を特定するのを手伝ってほしいと頼んだんですが、報酬として2万元を要求されてしまったんです。2万元は農村部に住む中国人の平均年収とほぼ同じ額で、ギリギリの生活をしているミンチェンには到底支払えるものではありませんでした。結局報酬が支払えなかったために住所の特定はできませんでした。しかしこの情報によってミンチェンはある大胆な計画を思いつくんです。それはミンチェン自身が新興市に移り住み工場のアルバイト
ト従業員として潜伏しながらムーキを探すというもの。詳細な住所はわからなくても目撃証言のあった新興市の工業団地をしらみつぶしに探そうとしたんです。すげえ執念。ミンチェンは本当に工場を掛け持ちして7ヶ月間自力で探し続けたんですが、ここでもムーキを見つけることはできませんでした。殺人犯であるムーキが逃げ始めてすでに13年が経過。このままムーキは司法に裁かれずに一生逃げおおせてしまうのか。そんな諦めムードが漂っていた2017年。とある情報提供者からの電話で事態は急展開を迎えます。その内容はムーキが福建省南安市に潜んでいるというもの。なぜその情報提供者がムーキの居場所を知っていたのかは不明なんですが、ミンチェンは彼と共に南安市に入り、地元住民にムーキの写真を見せては居場所を尋ね続けました。そして情報を手繰り寄せた結果、ムーキは南安市内の工場で名前を変えて新しい妻と一緒に働いていることが判明。ミンチェンは男がムーキ本人かどうか確認しようと望遠鏡を買い、気づかれないよう遠くから工場の出入り口を眺め続けました。マジでスパイ映画。そして張り込み続けて3日目の18時頃、ミンチェンは事件当時とさほど変わらない姿のムキが工場の入り口付近を歩いている姿を望遠鏡のレンズ越しにはっきりと確認したんです。実に17年越しの再会でした。いや、本当に執念っていう言葉に尽きるわね。いや、すごいっすよ、本当に。よ、本当に。すごいっす。そしてミンチェンは17年ものね、集大成でね、得た証拠を全部もかき集めて、警察に持ってったんです。ですがね、警察はすぐには取り合ってはくれなかったんです。なので、ミンチェンの本当の戦いはここから始まっていくんです。警察 VS ミンチェン。父親のウェインスさんが襲われてから17年、様々な困難と挫折を乗り越え、ついに殺人犯ムーキの居場所を特定したミンチェンでしたが、最後に待ち受けていたのは警察との戦いでした。ミンチェンにムーキの証拠資料を受け取った警察当局は、なぜかすぐには動かなかったんです。なぜなら彼らにはすぐ動けない理由があったんです。その理由とは、記録資料の破棄。なんと警察は殺人を起こしたチャンムーキの記録資料を2015年の時点ですでに処分してしまっていたんです。つまりいくら証拠があっても警察にはムーキが殺人犯かどうか判断できなくなってしまっていたんです。しかし小学校を中退して以来ムーキの逮捕に人生をかけてきたミンチェンがここで諦めるわけがないんです。ミンチェンは複数の警察署に同時に証拠資料を送るなど警察に関係する各所にとにかく相談し、腰の重い警察を根気強く説得し続け、ついに逮捕状を取り付けるに至ったんです。2017年8月30日、チャンムーキは警察に無事逮捕されました。そして翌年の2018年10月10日、ムーキはついに有罪に、終身刑と政治的権利の剥奪を宣告されました。復讐を終えたミンチェンは一言こう言ったんです。これからは普通の生活を送りたいと。事件が解決した当時、ミンチェンの年齢は26歳。17年間でムーキを追い詰めるのにかかった費用は10万元。日本円でおよそ170万円を超えていました。これは中国の都市部の裕福層の年収と同じ、かなり高額な金額です。ミンチェンはこの復讐がきっかけで自主的に刑法の本を読むようになったと言っていました。そしてこう話していたんです。私は法律を信じている。